はい、こんにちは。今日は、酸素脈 V.O2 オーバーハートレート、オキシジェンパルス、そのお話をします。酸素脈は1回心拍出量ストロークボリューム SV の指標です。でランプ負荷中の最高値、増加率、これ傾きですね。でそれから増加の持続性、この3つに注目をしてくださいという話をします。酸素脈 V.O2、オーバーハートレートは、この9パネルで言いますと2番目パネル2というところに、表示されます。正常パターンです。白い線が V.O2、黄色い線が心拍数で、赤い線が O2 パルス VO2 オーバーハートレートです。例えばですね、60歳60キロの男の場合の数値を、入れてありますけれども、酸素摂取量は0ワットは 4.2 ミリリッターパーミニッツパーキログラム、1メツちょっとですね。で、ハートレートはだいたい70ちょっと。で、VO2 オーバーハートレートはだいたい 3.5 ぐらいなんです。ピークまで行きますと、それぞれ26、148、で、10.5 ぐらいになります。で、その間ですね、この白い線 V.O2 というのは、ほぼ直線的に、増加します。ですから AT、これはピークの、5、6割のところですけれども、AT はだいたい 15.4 だとします。で、その時のハートレートは105ぐらい。黄色い線、ハートレートはその AT を超えると少し増加速度が更新しますね。一方、この VO2 オーバーハートレート、赤い線は AT あたりでは 8.8 ぐらいなんですけれども、その後少し傾きが穏やかになります。こういうパターンを示すというのは覚えておいてください。VO2 オーバーハートレートに関して、パネル2に関しまして見るべき最初のポイント、これ最高値、ピーク VO2 オーバーハートレート、あるいはピーク O2 パルスというやつですね。AT 付近に変極点を持つ上に一つのカーブを示すんですけれども、それの最高値どこまで上がるかと、この 10.5 に相当するところです。これがピーク VO2 オーバーハートレートです。この FIC の、式ってよく言われてますけれども、FIC は式書いてないんですね。FIC の論文の中で言葉で書いてあるんですけれども、この V.O2 酸素摂取量っていうのは心拍出量、カーディアックアウトプットの方ですね。1分間の心拍出量かけるコンテント AVO2 ディファレンスというふうに表すことができます。このピークの VO2 オーバーハートレートっていうのはピークのカーディアックアウトプットかけるピークのコンテント AVO2 ディファレンスですね。で、両辺をハートレートで割るとピーク VO2 オーバーハートレートとなりますよね。これはですね、ピークのストロークボリュームですよね。カーディアックアウトプットをハートレートで割るとストロークボリュームかける、ピークのコンテント AVO2 ディファレンスなんですけれども、この右のスライドを見て分かりますように、ピークのところ VO2max100% のところのコンテント AVO2 ディファレンスというのはだいたい14から17ボリュームパーセントというふうに、一定値となっているんです。この一定値って言ったのは、ワッサマン説は一定値と、教科書に書いてあります。14から17は結構、ずれてるって見ることもできて、これをですね、一定値と書いたら査読の先生にこれ一定値って言っていいのかと言われたこともあるんですけれども、ワッサマン先生はこのピークのコンテント AVO2 ディファレンスは一定値になると言っています。ですからコンスタント K という値なんですね。ピーク VO2 オーバーハートレートっていうのはストロークボリュームかける一定値ですから、ストロークボリュームのピークエクササイズの時のストロークボリュームの指標になるというふうに考えていいわけです。ピーク VO2 オーバーハートレートは最大負荷時のストロークボリュームで、運動中のストロークボリューム最高値の指標ですよということですね。大体の正常値です。予測最高酸素摂取量を予測最大心拍数で割ればいいわけですから、予測最高酸素摂取量っていうのは、このジャーナル・オブ・カーディオロジーで伊藤先生が書いた論文で、このマイナス 0.272× 年齢プラス 42.29、これが男ですよね。女性はマイナス 0.1960× 年齢プラス 35.38。それを220引く年齢で割ればいいと。予測の最大心拍数、これ217引く年齢かけるなんとかとかそういうのもありますけれども、それほど大きい違いもないから220引く年齢って書いてありますけれども、
でそれで計算しますと60歳で60キロのところだったら 9.7、20歳だったら 13.8 ぐらいになるというふうに考えてください。病院でですね、見る患者さんっていうのはだいたい9から11ぐらいだというふうに考えていいかと思います。低下する原因は VO2 が下がる場合、あるいはハートレートが上がる場合ですよね。VO2 が下がる場合っていうのは FREF とか MR なんかによるデルタ VO2 オーバーデルタワークレートが低下した場合とか、あるいは虚血とかヘフペフによってストロークボリュームが低下する、ピークのところで伸びない場合とか、あるいは筋力低下で、そもそも焦げなかったり、骨格筋ポンプ機能が落ちていてストロークボリュームが伸びない場合とか、そんな場合ですよね。ハートレートが増えるのは、これは頻脈ですよね。甲状腺とか貧血とか。ストロークボリュームが低下しちゃう場合とかには VO2 オーバーハートレートは低下します。見るべく第2のポイント。これ増加持続性をちょっと第2に持ってきました。O2 パルスが平定化するかどうかということです。またこの絵ですけれども、AT の後半、傾きが浅くなるって言いましたよね。で、かなり浅くなる人もいるんですけれども、これは真っ平らになるっていうことは、割と珍しいんです。ただ、真っ平らになっても、この、AT をちょっと超えたところで、例えば10ぐらいになって、その後はもう増える要素がないという、ピークが 10.5 ですからね。そういう場合平らになる。要するにパーセントピーク VO2 オーバーハートレートが 100% に近かったら、それは正常ですよね。ですけれども、そうじゃなくって、ピーク VO2 オーバーハートレートが最高値でも 70% ぐらいなのに、この傾きが平らになってしまうと、ゼロになってしまうという場合には、これは平定化とか、あるいは最近早期平定化と僕は言ってますけれども、異常なパターンだということです。紺色の線、これコンテント VO2 ディファレンス。で、赤い線はストロークボリューム。ストロークボリュームっていうのは真っ平らになるんですね。最大負荷の5、6割のところから、あとはもうストロークボリュームは増えないというふうに言われています。VO2 オーバーハートレートというのはストロークボリュームかけるコンテント VO2 ディファレンスでしたから、掛け算するとこういうふうに、ピークの5、6割のところで少し上に突で、あとはだんだんの増えていくと、これはわかると思います。ところがですね、コンテント AV ディファレンスが伸びるのに、O2 パルスがこういうふうに、さっきは12とか割と高いレベルまでいったのに、8ぐらいのところでも平らになってしまうと。これは異常なんですね。ストロークボリュームはそういう時はですね、逆にこうやって落ちてしまうことがあるんです。この VO2 オーバーハートレートがこの正常値満たないでプラトーになってしまうっていうのは、これは実際のストックボリュームが負荷中に減少してしまう場合のことが多いということで、これは要注意、何かが起こったということを考える必要があります。その原因としては広範囲の心筋虚血だったり、ヘフペフだったり、ヘフレフの代表として DCM だったり、あるいは AS とか、患者人工弁不適合ですね。とか HOCM。こういうことがありますね。広範囲の心筋虚血っていうのはですね、LAD の6番とか、OM とか1番あるいは2番ぐらいのところに、有意狭窄があって、その結果、運動中の、中等度ぐらいの運動中でですね、もう心筋の動きがすごく悪くなってしまうような場合ですね、その範囲が広い場合、そういう時にですね、虚血が出ると心臓の、いわゆる、ハイバネーションっていう言葉、ハイバネーションって慢性の虚血による壁運動低下ということで、慢性じゃないんですけれども、急性虚血による壁運動低下が起こって、ストロークボリュームが伸びなくなるというわけですね。ですから、ST が下がって、O2 パルスの伸びが低下してしまった場合には、割と広い範囲の虚血があるんじゃないかと考えた方がいいわけです。ペフっていうのはですね、拡張期が運動すると短くなるんですね。拡張期が短くなって拡張障害があるとですね、当然十分心臓が拡張する前に次の収縮が始まってしまうと。で、大体ハートレートが110ぐらいになるとその悪影響が出てくるんです。ちょうどハートレート110あたりで、O2 パルスが平定化してしまうと。で、ST は下がらないと。で、エコーで見ると、若干壁飛行があったり、
デセレレーションタイム DCT とか DT って表記されてますけども、250あるいは280以上ある場合には運動中の拡張時間が遅くなるなって考えてるんですけれども、検査結果がある場合には FPEF によるストロークボリュームの増加障害というふうにものがあるかなと考えます。あるいは DCM もですね、これ収縮障害の方もですね、ハートレート依存性でどんどん悪くなりますので、やっぱり同じぐらいの時にあります。これは安静時のエコーでEF が 20% とか 30% ぐらいだったら、そっちが原因かなというふうに考えますね。あとは AS とか、患者人口弁、ミスマッチ、HOCM、閉塞性の病気ですよね。閉塞、狭窄。ストロークボリュームを増やすためには、この大動脈弁も十分な面積広がらなければならないですし、入れた人工弁も十分な大きさじゃないといけないですし、あるいは左室流出路もちゃんと開かないといけないです。それが満たされない時には負荷の途中でストロークボリュームの増加が停止してしまうということですよね。で、これらの疾患、例えば AT 以下でそういう現象が AS で起こってしまったら、ちょっと手術とかそういう適用を考えてもいいかもしれませんし、人工弁入れた後はちょっとリオペっていうのが大変ですから、それにならないような生活指導をするとか、そういうふうになっちゃうかもしれませんね。で、HOCM でもやはりそれ、閉定化して、しかもそこの後血圧が下がり始めたら、それはもう運動負荷はそこで絶対にすぐやめるようにしてください。それ以上の活動すると、そこで突然死とかそういうことありますからね。こういうのが原因になると思っていてください。で、見るべき第3のポイントはその増加率、傾きです。これデルタの VO2 オーバーハートレート、オーバーデルタワークレート、デルタ O2P オーバーデルタワークレートとか、決まった言い方まだないんです。最近ちょっと、注目して考え始めている、指標なんですけれどもね、1ワットでどのぐらい O2 プラスが伸びるかというそういう指標です。今度赤の手前の部分ですね。AT までの部分です。AT 超えると、傾き浅くなって、ここのところは人によってちょっと様々ですので、安静時から AT までの部分、これはストロークボリュームちゃんと伸びる部分ですから、そこに注目しました。標準値っていうのがですね、あまりたくさん数を使っていないので、群馬県立心臓血管センターとかのデータしかないんですけれども、例えばこの60歳60キロのところで計算をしていますと、予測のワークレート、ATA でのワークレートっていうのはだいたい92ワットなんですね。それを考えると92分の 8.8-3.5 で 0.058 というようなことになっていまして、0.06、0.0 なんとかっていうのもちょっと言いづらいのでですね、100倍したりして 6. いくつとかそういうふうに言ったりもしてるんですけれども、このあたりがまだこのパラメータ完全に固定したものではないので、もし興味のある先生いらっしゃいましたら、ぜひこの辺のデータと疾患の関係とか治療の関係とか、そういうのを、調べてですね、学会で出してディスカッションしましょう。で、これが低下する原因っていうのは、安静時から負荷中まで持続的にストロークボリュームの増加応答が低い場合です。で、例えばヘフレフ、DCM なんかそうですね。あと MR とかですね。MR はこの運動を始めると途端に MR が増悪し始める人がいます。で、そういう場合の、MR ですね。運動を負荷して MR のオペをしようかどうか、考えることありますよね。割と安静時の MR が大きいほど負荷中の MR の増悪も悪いっていうことはあるんですけれども、そうじゃない人も結構いるんですね。あるいは安静時の MR あんまりないのに負荷中だけひどくなるっていうのもあって、結構そのばらつきが多いんです。で、負荷心エコーですからやるわけなんですけれども、負荷心エコーをやったことある先生はわかると思いますが、なかなかこれが、当てづらいんですね。で、座で見ると本当はいいんですけど、座でエコーを当てると手がだんだんプルプルしてきて当てる場所が変わってきちゃったり、外でうちの病院ではやってるんですけれども、外でやっても運動すると呼吸が荒くなりますので MR 見づらくなったりとかですね、非常に見づらい。これはガイドラインにもそういうふうに書いてあります。この指標がですね、それの代わりになればいいのではないかなというふうに僕は思ったりもしています。
であとは骨格筋の酸化酵素活性が低下して、いる場合とか、そういう時にはこのデルタ O2 パルスオーバーデルタワークレートっていうのが低下します。0.3 ぐらいまで低下しますね。ということで O2 パルスに関しまして、この3つの見方ですね、これをぜひ覚えて、臨床にぜひ活かしてください。今日の話はこれで終わりです。毎回ですね、いろんな CPX に絡めたCPX の指標に関したお話なんかもこれからもします。ぜひこれチャンネル登録をしてですね、楽しみに待っていてください。